第一章、それを目覚めさせた賛成。1. The Blood of the Sacred Forest。森の隠れ里は単なる集落ではありませんでした。それは生きた有機体そのものでした。城塞のように巨大な杉の木の中心に築かれた狐人の建築は重力を無視していました。霊的な繊維で編まれた吊り橋が木々の梢を結び、わしのランタンがふわりと浮かび、琥珀色の輝きで深い森の影を遠ざけていました。狐人は比類なき優雅さを持つ種族です。細く絹のような毛に覆われたその耳は絶えず動き、葉のささやきや風の秘密を捉えていました。太く優美な尻尾は彼らの血統と霊力の象徴でした。里の生活はリズミカルなキリッとともに流れていました。男たちは高い枝の間で隠密の術を磨き、女たちは戦士の衣服に守りの印を織り込んでいました。聖域の境界を示す川の近くでは、衛兵たちが永遠の監視を続けていました。薄暗がりの中で光る縦長の銅鉱区を持つその目はあらゆる動きをスキャンしていました。狐人にとって森は隠れる場所ではなく、森こそが彼らの体の一部だったのです。2. The Birth Under the Blood Moon。 里で一番高い小屋の中、空気は重く、薬草と汗の匂いが満々していました。一族で最も恐ろしい、苦の一の一人として知られる明子は、これまで慣れ親しんだ戦いとは異なる戦いに挑んでいました。彼女の爪、針念の質に深く食い込み、決して漏らすまいとする叫び声を必死に抑えていました。外では夜空が奇妙なほど晴れ渡っていました。巨大で銀色に輝く月が太古の好奇心を持ってて部屋を見下ろしているようでした。突然、生命力に満ちたするどい鳴き声が森の静寂を破りました。近くの鳥たちがまるで愛号が送られたかのように一斉に飛び立ちました。灰色の毛並みを持つ老婆、サンバは白い絹の毛布に小さな生き物を包みました。女の子だよ、アキコ。夜明けの炎を髪に宿した女の子だ。アキコは疲れ果て、震えながら娘を腕に抱きました。その小さな耳は母親の声に初めて反応してピクリと動きました。その瞬間、アキコが見たのは戦士でも予言でもなく、何としても守らねばならない一つの命でした。あなたの名前はルナ・アキコは赤ん坊の額にキスをしてささやきました。ルナ・黒空。 3. The Growth of a Rebel Years 1 to 4。 ルナの最初の数年はアキコの忍耐を試す日々でした。他の3歳児がすでに親の戦闘姿勢を真似ようとしている間、ルナは洗濯かごの中に隠れて寝たり、甘いおにぎりを求めて台所に忍び込まんだりする方がずっと楽しいことだと発見していました。2日の時、ルナは初めての一步を踏み出しましたが、それは母の肩へ歩くためではなく、青いチを追いかけて釣り竿の端まで行き、里の半分をパニックにさせるためでした。4歳の時、彼女の怠け者でいたずら好きな性格はすでに伝説となっていました。一族の歴史の授業に出るよりも、一番高い枝に寝転がって雲を眺める方を好みました。ルナ、バランスの練習をしなさい、アキコが下から叫びました。もうできてるよママ。ルナは尻尾は一本でぶら下がりながらあくびをして答えました。驚くべき天賦の才能を見せつけながらも、規律のかけらもありませんでした。4. The calm before the infiltration towards age 5。 5歳の誕生日を迎え、ルナは炎のような色の髪と不屈の輝きを宿した瞳を持つ少女になりました。彼女は里の喜びそのものでしたが、その怠惰さゆえに忍者アカデミーでは
劣等生でした。里は依然として光の場所でした。狐の男たちは笑い声を上げながら狩りから戻り、女たちは日向の下で織物をし、老人たちは外の世界がいかに平和であるかという物語を語っていました。彼は知りませんでした。山々の向こうで白の蜘蛛の巣がすでに広がっていることを。将軍たちはこの数年、その名前とその少女を探してあらゆる種族の州都に潜入していたのです。深い植生と守護者たちに守られたルナの里は純粋さを残す最後の砦でした。しかし、孵化しの時間は尽きようとしています。ルナは森の開けた場所で眠りに落ちていました。5. The Taste of Betrayal End of Chapter 1大支林の9階にある小駅路の交差点、そこにある薄暗くて宿屋には、安タバコの煙とこぼれたビールの酸っぱい匂いが充満していました。一番奥のテーブルでは、猫の優な顔立ちと狐の尻尾を持つ商人、賭博の借金で数年前に砂糖を捨てたの獣がフードの下に顔を隠そうとしていました。しかし、彼は彼女から隠れることはできませんでした。幽霊は蛇のような優雅さで彼のテーブルへと滑り寄りました。歩いているのではなく浮かんでいるようでした。彼女が目の前に座ると商人は周りの世界が消え失せるのを感じました。宿屋の喧騒は消えて残ったのはその女の吐息の音とだからただ優かすかなジャスミンの香りだけでした。森の子供土地は根の下に秘密を埋めているというわ。幽霊はささやきました。その声は肌を泡立てさせる愛撫のようでした。そしてあなたはその小さな隠された楽園への道を知っている。そうでしょう。商人は否定しようとしましたが、幽霊が彼の手の上に自分の手を重ねると言葉は喉に詰まりました。彼女の肌は冷たかったものの、その接触は判断力を曇らせる電気的な快楽の衝撃を送りました。彼女は身を乗り出し、胸元の絹がテーブルをこするのを許しながら、その紫色の瞳で催眠術のような強烈な光を放ちました。怖がらないで、勇敢な旅人さん。彼女は長く鋭い爪で彼の手のひらに円を描きながら言いました。教えて。狐たちの里はどこ？そうすれば、あなたが魂を持っていたことさえ忘れさせるような夜をあげるわ。将軍の中自然的な美しさと色欲のオラに完全に魅了された男はクスし始めました。彼への目はガラスのように濁り、欲望の奴隷となっていました。それは銀の川の流域、ささやきの滝の裏側だ。彼は唇の感触を求めて身を乗り出しながら途切れ途切れに言いました。だが案内人 J がいなければ誰も入れない。俺が連れて行く。幽霊は微笑みしました。それは美しく同時に残酷な表情でした。ええ、もちろん連れて行ってもらうわ。でもその前にその秘密をどれだけ望んでいるか見せていただき、彼女は彼を上階の闇へと引きずり込みました。数時間一後、月が最も高い位置に登った頃、幽霊は静かに絹の衣を整えながら部屋を出てきました。彼女の後ろ、木の床の上には、まるで生命力を最後の一滴まで吸い取られたかのように、うつろな目をした灰色に変わった商人が横たわっていました。幽霊は黒い絹のセンスを調整しながら森の方角を見つめました。銀の川、今行くわよ。本日のエピソードをご覧いただきます。ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。